のチョコタルトを作っていきたいと思います。簡単らしいのでちょっと恐る恐る作って、自分で食べて地産地消していきたいと思います。簡単らしいので皆さんも自分のご褒美にぜひこの動画を見て一緒に作ってね。それではスタート。まずはじめに今日の具材を紹介します。一つ目が今日の主役と言っても過言ではないたべっ子どうぶつが 100g、このよく見る箱型が、63g なので、私はこの箱 163g とこのこういうよく何連かになってるこのちっちゃいおやつ、これが 1g およそ 20g なので、これ2つで 40g で 100g を用意しました。私はレシピ通りにしか料理が作れない人間なので、ぴったりサイズで用意しました。でこれが 100g、 あと、板チョコ4枚 200g、 あと生クリーム 100g、 そして最後にバター 50g、 20と 20g、 70g が必要になります。はい、じゃあ始めていきましょう。まず最初にこのたべっ子どうぶつを砕き割って粉々にしていきます。動物たちがやったー、映画だーって喜んでますね。後ろでは What shall we play? Let's sing together とたべっ子どうぶつと一緒に楽しく英語が学べます。たべっ子どうぶつ映画化するんですね。じゃあちょっと開けていきます。ちょっと開封の音が破壊音レベルでうるさかったので、ちょっと開封シーンカットになってるかもしれないんですけど、開封が終わりました。たべっ子どうぶつのこのバターのいい香りがめちゃくちゃしますね。ちょっと1個ぐらい食べちゃおうかな。1個ぐらいグラム数変わんないよね。これ頭がちょっと切れちゃってるやつ。頭がこれ何ですかね。頭が切れてるけど、ピグエオンって何？待って、ちょっと私英語3年間連続欠点だったんでわかんないんですけど、ピグエモンみたいな、そんなドラえもんみたいな動物いるんですかね。一体誰なんだろう。ちょっとたべっ子動物でさ、私もちっちゃい時ちゃんとこっち裏面見て勉強しとけばよかった。ピグエモン、ピグエオン、ピグエ待って、ピグエオンじゃない、ピジョンだった鳩です。これ鳩でした。じゃあピグエオンこと鳩をいただきます。それではこのたべっ子動物たちをこのジップロックに入れて粉々にして、タルトのこの底の部分、生地の部分にしていきます。ちょっと動物たちを粉々にするのは心苦しいですが、袋目ちょっと一音一音
ちもバレンタインとか友チョコとかやるのかな。なんか TikTok とかあるからさ、なんか私の時は結構 Google でレシピ検索とかしてたけど、なんかいろいろこういうさ、これは違うクラシルで見つけたんだけど、いろんな簡単レシピみたいのを見つけれそうでいいよね。可愛くて美味しいやつ。よいしょ。このくるくるローラー、くるくるローラーね。私が本命チョコをあげたのは学生生活であげたことはないんじゃないかな。あったっけ。小6のバレンタイン、小5なのかな、小5か小6のバレンタインは好きな男の子にあげた気がしますね。なんか放課後に日あげようと思ってたのにあげれなくて、で放課後になってもあげれなくて友達に泣きついてて、でそういうの子が帰っちゃうってなって下駄箱まで行っちゃったので、ダッシュで友達と追いかけて、でその男の子とはもう完全にタッチみたいな、友達みたいな感じだったから恥ずかしくて、こうなんか可愛い小ぶりっ子は可愛くあげれなくて、こうフードの中にはいみたいな、あげるみたいな感じで入れ込んでダッシュで逃げた覚えがありますね。それがバレンタインの一番バレンタインらしいエピソードかもしれない。可愛いよねマジ幼き頃の思い出って感じです。男の子はさ、この動画を見てる視聴者さんの男の子は結局手作りチョコと市販のチョコどっちがいいんですか？これ永遠の課題、悩みですよね、女の子からしたら。だって作る方がめんどくさいんだよ。こんなことしてさ、こんな手間をかけてこつたら作ってるんですよ。で買った方が早いし安いことも多いのね。これは結構材料費めっちゃ安いんだけど、結構さ、そう感謝してください、手作りチョコもう今となってはさ、手作りチョコなんてなかなかやらないような年になってしまいましたが、でも手作りっていいよね。なんか心だよね、手作りは心だから、今自分のために心愛いっぱい込めて作ってます
大丈夫かな。ちょっと入ったんですけど、ちょっと成形形を作っていきますね。これ大丈夫かな。あ、でもなんかタルトっぽいです。こういう時にさ、なんていうの、このなんていうんだろう、性格が出ますよね。マジで大雑把すぎてさ、あ、なんか上の音して、私は何型だと思いますか皆さん。チクタクチクタク。正解は B 型です。当たりましたか。よくさ B 型っぽいって友達とかにも言われるけどさ、 B 型っぽいってちょっと悪口入ってるよね。 B 型 B 型ってなんかちょっとイメージ悪いじゃん。でもさ B 型っぽいってなんか言われてもこの否定できないから悲しいよね。 B 型だし実際B と O のハーフですね私。妹はとかは O なんだけど。MBTI は今んとこ4回連続同じ MBTI だったんですけど ESTP でした。 ESTP ガールです。 MBTI とかもう流行ってないのかな。私やったのが遅れてて、最近になって MBTI の話を友達と始めたんですけど、なんかタルトっぽくないですか。すごい。どう？タルト生地じゃないこれ。生きてませんか？匂いはね、やっぱ既製品。食べっ子動物だからマジ食べっ子動物の匂い、パターン増し、食べっ子動物パターン増しって感じでめちゃくちゃいい香りです。はい、こんな感じでタルトの底の部分、こんな感じ、底の部分が出来上がりました。こんな不器用でもタルトの生地が作れるってめっちゃいいレシピ。じゃあこの上にのせる生チョコタルトの生チョコの部分を次は作っていきます。じゃーん、板チョコ 200g、 1枚が 50g なので4枚。これはハイミルクといってミルクより甘めのやつですね。私は海外の甘ったるいチョコが好きなのでハイミルクにしましたけど、甘いのが苦手な人はブラックチョコとかいちごチョコで作るのもいい気がします。はい、じゃあ板チョコを切っていこうと思います。包装を剥がしていきます。
今更なんだけど手袋つけます。自分の手の熱で溶けちゃいそう。板チョコ、板チョコ、イエーイ。1枚目、2枚目。これいつも真ん中から開けてるけど絶対他に開け方ありそう。綺麗に開けれた。2枚目、3枚目。ちょっとうるさいかもしんないけどチョコ抜く音。中心に取ってみよう。このコスプレはコスプレイヤーの篠崎心さんかながモデルやってたやつで、待ってね、集中すると喋れなくなっちゃう。うるさいかな。剥がれました。コスプレイヤーの方がモデルしてたやつで、なんかめっちゃさバレンタインっぽい、なんか茶色くてバレンタインっぽいからこのコスプレにしました。全身もさめっちゃ可愛くてさ、全身 ASMR って全身映んないからマジ上半身しか意味ないんだけど、ちょっと立とうかな。ふわふわのここがパニエみたいになってて、こうチョコレートみたいな衣装でめっちゃ可愛いです。上もこんな感じで、なんていうのかな、肩出しみたいな感じになってて、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い衣装です。私は
なんかこんな感じの衣装が多くてキルキルしててすっごく可愛くて、バレンタインといえばこんな感じの服のイメージだったので、自分へのご奉仕ですね。こういう可愛い衣装を着て自分を着飾るのって女の子の特権ですよね。じゃあ4枚目。そしたら板チョコを開封できたので、じゃあちょっとチョコを切っていきたいと思います。じゃあ刻んでいきます。ちょっとまたうるさすぎたので、さっき可愛いピンクのちょっと可愛いまな板使ってたんですけど、可愛くない包丁と可愛くないまな板を持ってきました。ちょっとこれでダメだったらダメだ。溶けすぎちゃったのかな。
飯作ったご飯食べれるからいいよねってさ喋ってたんだけど、今よくよく考えたら50万ぐらいのローン組んでるから、大学生にしてあんまよく考えたらお得じゃなかったなって思います。結局さ ABC で作る一応でも魚のおろし方とか基本の煮物料理とかお味噌汁の出汁の取り方とか基本的な和食とかも習えるんですけど、結構メインはおしゃれな料理なので、正直一人暮らしするとああいう料理はあんま普段作らない。待って、まだ2枚あるんだ。ちょっと2枚同時に切っていきます。うわ、なんか本当に想像してた音と違う。みんなも多分想像してる音と違うよね。ごめんなさい、うるさくて。よいしょ。あー、怖い。すごい、部屋中チョコの香り、チョコの香りだらけです。これをもう少しだけ細かく刻んでいきます。なんかさっきより聞きたかった音が聞けてる気がする。なんかしんなりしてるけど、ちょっとでもバレンタインとか友チョコってさ、やっぱ人にあげるものだからめちゃくちゃ気を使うというか、衛生面とか味とかクオリティも気使うけど、これはマジで
そのまま生クリームを茹でてこうと思ってたんですけど、なんか一人用のドン・キホーテで買った IH なんですけど、鍋とかのやつ、思ったより音がうるさすぎて、ちょっとこれじゃ ASMR になんないやっていうことで、宇宙キッチンが火のやつなんで、ちょっとこっちの方がまだ音大丈夫かなって思ってこっちに移動してきました。ということでちょっとこっちでやっていきますね。じゃあさっきの板チョコ4枚 200g と生クリーム 100ml を、一緒に茹でていきます。で、最初にはい、ちょっと無事に火がついたので、この生クリーム 100ml を火にかけて沸騰させていきます。多分沸騰まで数分間かかると思うので、早送りかな、それかスキップになると思います。思ったより沸騰早かったです。沸騰したら一度火を止めます。そしてこのよいしょ、先ほど刻んだチョコを入れていきます。そしたら沸騰した生クリームでチョコを溶かしていきます。すごい、めっちゃいい匂いします。想像以上にもったりしてるので根気よく混ぜていきます。出来上がりました。はい、ということで部屋に戻ってきました。先ほどのこの型、土台、タルト生地を冷やしてたタルト生地との上に温めてきたチョコレートを流し込みます。いきます。
製品なので100億パー味は美味しいと思うんですけど、明日今夜なのでここから8時間ぐらい冷やして、また明日バレンタインパーリーを自分で開きたいと思います。そしたらみんなまた明日ね。おはようございます。朝になりました。昨日作った生チョコタルトは無事完成しているでしょうか。ということで、じゃーん、完成してました。イエーイ。ちょっとね、いびつなんだけどちゃんとタルト生地も固まって、食べっ子動物生チョコタルト完成です。めっちゃね簡単だったから皆さんもぜひ作ってほしいんですけど、肝心なのはお味だと思うので、ちょっとね今もめっちゃお腹空いてて腹ペコなんで、生チョコタルトと、あとちょっと私が今まで他の ASMR 食べる系の ASMR を見てて食べてみたかったお菓子、こう UFO のやつとか、この20世紀っていう梨のお菓子とかも用意したので、ちょっとおやつパーティーちょっとだけ食べていきたいと思います。そしたら早速ちょっと自分の作った生チョコタルトを最初にいただきたいと思います。それではいただきます。めっちゃ美味しい。私さ、昨日バター塩入りのやつにしちゃったんだけど、それで正解だったかもしんない。なんかちょっと甘じょっぱくって、私塩チョコ好きなんですよ、夏限定とかの。なんかそんな感じの味がして、なんか食レポが下手くそすぎる。やっぱさ、上も下もこの食べっ子動物でできてるから、食べっ子動物が好きな人だったら 100% 好きだと思います。食べっ子動物の甘じょっぱさとチョコの甘い感じがマッチしててめちゃくちゃ美味しいです。美味しい、めっちゃ。朝起きてめちゃくちゃお腹空いてたからめちゃパクパク食べちゃいます。美味しかったです。めっちゃ美味しかった。でもね、一切れで結構重い、甘ったるくて重いんですけどめっちゃ美味しい。これをさ、私ハイミルクにしちゃったけど、なんていうのかな、ブラックだ、ブラックチョコとか甘くないチョコでやったら、甘いの苦手な人でもちょっとしょっぱさもあって食べやすいお菓子なんじゃないかなって思います。結構1個でお腹いっぱいになるちょっと飲み物飲みます。これも今回の撮影用に可愛いかなって思って3コインズで買いました。でも実は私コーヒーも紅茶も飲めないんで、
UFO お菓子、これ何なんだろう一体。ちょっとこれも食べてみます。酸っぱいといいな。いただきます。なんかちょっともう一個食べてみよう。水色、緑、水色、どっちが裏表なのかわかんないけど、水色。なんか言葉がなんかさ、マジで言葉が出てこない味する。なんか外側はなんかウエハースの端っこみたいな、意外としなしな、もっとさパリって音がすると思ったんだけど、ちょっとパリしなみたいな感じで、中身がなんか酸っぱいわけでもない粉、なんか粉、なんか風邪薬みたいな粉が入ってて、ちょびっとだけ酸っぱいんだけど、なんかそんな酸っぱくもなくて、味があんましないかったです。これはフライングタイガーっていう海外の雑貨屋さんにお菓子が売ってたので買いました。味は正直微妙かな。ちょっと期待してた。なんかもっとパリって、もっとパリシュワーみたいな味かと思ってたからさ、ちょっと期待外れですけど。よし、じゃあちょっと私の世界一大好物のイチゴをお口直しに挟みますめちゃくちゃ自由な食事動画になっちゃってる。私果物っていうか食べ物の中で一番イチゴが大好物なんで、ちょっとイチゴ食べさせてください。よいしょ。いちごいただきます。美味しすぎる。いちごなら永遠に食べれる。いちごなら多分500個ぐらいは食べれる。ちょっと持ったけど、いただきます。マジで美味しすぎる。いちごの ASMR になっちゃう。咀嚼音 ASMR。美味しい。みんなはフルーツは何が好きですか？私はイチゴと桃とリンゴとブドウが好き。バナナは食べれなくて、バナナとスイカとメロンは食べれない。私野菜がすごく苦手なので、フルーツも野菜系はちょっと苦手なんだけど、逆にイチゴとかは本当に大好きすぎて、本当にね、この冬もめちゃくちゃ食べてます。食べ放題とかも行ったり、いちご狩りも行ったし、毎年ね、いちご狩りと食べ放題はマストで行ってます。
心無研究と恵まれたフードによって今日の名声を勝ち取りました。皆様にこの鳥取名産20世紀梨を広く紹介するために、本舗は独特の技法と精選した材料によって銘菓20世紀を大正11年より作っております。芳香豊かな山陰の風物詩的なこの味覚の銘菓20世紀は、20世紀梨をそっくり輪切りにした姿を水飴に梨の肌のツヤを持たせ、芯の形を打ち抜いたお菓子です。観光鳥取のお土産としてお買い上げいただけましたことを謹んでお礼も仕上げますとのことです。YouTube にね、社長さんが ASMR をやってる6代目の社長さんかな、もう100年以上続いてる会社さんらしくてがやってましたので、皆さんも私は鳥取市みたいなウェブサイトから購入しました。ちょっとこれも食べてみます。かぐらいなこちゃんが凍らした方が美味しいって言ったので、ちょっともうお腹が限界なので凍らしたやつを食べます。でもこれいろんな人が食べてた食べる系の作る食べる花芽さん。それでは20世紀いただきます。ほらこんな感じで梨っぽい感じになってます。いただきます。すごく爽やかでめちゃくちゃ美味しいです。ちょっとねっとりしてて、さっきの説明にも書いてたから多分中は水飴だと思うんですけど、凍らしてるので外側はちょっと硬くって、で噛んだら中の水飴がちょっとねっとりしてる感じで、20世紀梨の美味しい爽やかな風味がしてめちゃくちゃ美味しいです。おばあちゃんとかがちょっと好きそうな優しい和菓子の味がします。なんかさ、こういう食べる系の ASMR の人たち、私みゆ ASMR ちゃんとかめちゃくちゃ大好きで、私みゆ ASMR ちゃんのさエビ系の動画がめちゃくちゃ好きで、私エビとかに大好物だから、美味しそうにパク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 って感じで綺麗に食べていくのがめちゃくちゃ見てて気持ちよくてよく見てるんですけど、ああいうさ食べる系の方たちってすごいですよね。あんな量よくお腹に入るなって思うんですけどなんであんな遅いんだろうって思って、私も食べた分だけもう体につくので、結構ダイエットを年中最近してるんですけど、結構それでもさ、私結構食べれる方だと思ってるけど、特に甘いものとかってさ、お腹ってより胸にくるじゃないですか。だからよくあんだけ食べれるなって思うのと、
スカー